こんにちは、青ヶ島チャンネルです。はい、青ヶ島が交通手段がまず八丈島に行って、八丈島から船かヘリコプターの2種類あるんですけど、ヘリの方が高いけど早い。船は安いけど、3時間かかります。なので観光の人とかはいろいろ状況とかによって選ぶと思うんですけど、私はもう何回も行き来しているので、時間を大事にしてなるべくヘリコプターで行くようにしています。そして島民割があるので安く乗れます。今回はそのヘリで島を出ようとした時の映像になります。で、ヘリが欠航になっちゃったパターンっていうのも珍しかったので、いろいろと動画にまとめてみました。後半は私の旅行記みたいになってます。それではぜひ見てみてください。東京で会議があったので出頭予定だったんですが、出頭っていうのは島を出るの出頭です。これだけ霧が濃いともうヘリが欠航って見るからにわかります。青ヶ島発の定期便が10時20分午前中なんですね。で、霧が一番やっぱり濃いのって朝早く午前中なんですけど、なので午前中欠航っていうのがあっても午後には霧が晴れるっていうことがあるので、臨時便が3時頃に来ることがあります。青ヶ島は船の就航率がちょっと悪いと言われているので、だったらヘリを頑張って取るぞって言って観光の方とかね頑張ってヘリ取ってるのに、ヘリも欠航になることあるんかいっていうね、本当に申し訳ないんですけど、そんな島です。ここは午前中のヘリがダメでも船が来るのがお昼なので、船で帰れたっていうパターンも結構ありますね。そのために午前中にヘリが設定されているのかもしれないですが、ちなみに10時20分に青ヶ島を出たヘリコプターは八丈島に行った後、御蔵島、三宅島、利島、大島とこう北上していって、でまたそこを戻ってくるんですね。で、八丈島に帰って普段なら終わりなんですけど、臨時便の場合はその後なので夕方になるっていう感じですね。はい、ということで午後3時頃こんな感じで霧が晴れてるの分かりますか？曇ってても低い位置に雲がなければ大丈夫です。ヘリポートは島の端っこの低い位置にあります。やっぱり霧はね高いところからこう来るので、山の上の方はもう霧が完全にかぶってて、鉄塔が白くて見えなかったら欠航だろうっていうふうに言われてます。飛行機の最終便が5時半なので、これに乗って羽田空港に行きます。なので青ヶ島を出てから2、3時間で、東京に着いて焼肉が食べられるっていうことですね。お待たせしました。卵と混ぜてお召し上がりください。今回の目的がこの東京宝島会議、東京の島々の皆さんと令和6年度の取り組みを振り返って、私は島娘ひんぎゃちゃんの発表と今後の展開について話してきました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕は本当に全然端っこの方で皆さん本当に
会場もホテルも赤坂だったので、この辺を散策しました。動画を全部見てる人はなんかかいちゃんよく赤坂にいるなと思ってたかもしれないんですけど、ここ2年くらいこの東京宝島プログラムの会議とかでよく赤坂に来てました。おみくじを引いたらすごくいいことが書いてあったんですよ。自分の才能を誇り他を見下してはならぬ。謙譲、協力、温和の態度を忘れては自然に人を背かれる。人の背徳を責めるときは自分も人に背くことになりやすい。人を許し自戒が必要。なんか今の私にぴったりなことが書いてありました。なんか私運が良すぎてね、何事もうまくいっちゃってるんですけど、もっとね他の人を認めたり協力したり助かっていかないといけないなと思いました。この東京宝島会議は今後はあるかどうかちょっとわからないんですけど、とてもためになりました。本当に感謝です。ちなみにホテル代もね出してくれてて最高に嬉しかったです。でもホテル代が1万いくら1000円までってなってて、最近ホテル高いじゃないですか。だから探すのに結構苦労しましたね。この後豊洲に行って映画を見てきました。花粉の時期でねみんなマスクしてましたね。3月の上旬でまだまだ寒さもあったし、私もマスクしてました。美味しそう。見て、カニ。うまいの。うまい。